こんにちは。仕事に役立つ文房具の店、天の仕事道具店の店長天です。今日は最近まとめて購入した筆記用具を一気に紹介していこうと思います。まずは去年の発売当初から気になっていたんですけど、なかなか買うタイミングがなかったゼブラのピタンというアイテム、1320円です。土台とペン本体はマグネットでピタンとくっつくようになっています。パッケージに同梱されている透明の保護シートをまず2つ折りにしてピタンを設置したい場所に挟みます。0.3 から1ミリのノートの中表紙、裏表紙であれば挟めるらしいんですけど、私のノートの厚みわからなかったので、とりあえず力技で挟みました。かなりきつめに挟むので、柔らかい素材とかだとあとはついちゃいそうですが、しっかりと挟み込まれていて土台が動くことはありません。そしてマグネットでくっついてるペンはめちゃめちゃ激しく振ってみても落ちる気配がありませんでした。手では簡単に取り外せるので本当に絶妙な磁石の強さで、私はこのポーチにノート2冊ペンケースを入れて、出かけるバッグにこのポーチごと入れ替えて持ち歩いています。で、ペンケースの中にはマーカーペンとかが入っていて、主に左側のノート、プロジェクト管理ノートと一緒に使っています。で、右側のクロッキー帳っていうのは出先でアイデアを書き出したり、頭の中を整理したりするのに使っていて、この一冊だけを持ってカフェに行ってのんびり考え事をするっていう時間をすることも多いので、これ一冊で出かけられるようにピタンをクロッキー帳に取り付けてみようと思います。シールではなくクリップで取り付けができるので、取り付けるノートを気軽に変えられるのはグッドポイント。ペンと受け皿は約13センチほどなので、英語とか B6 などの小さい手帳にもすっきり取り付けられます。馴染みましたね。馴染みすぎてちょっとなくしたり落としたりしないように気をつけます。はい。で、ペンはゲルインクの 0.5 ミリ。スルスル書けるんですけど、すごく書き心地がいいっていう感じではないかも。紙との相性はあるとは思うんですが、ペン先が引っかかり気味なので、頭の中のことをどんどん書き出したいなっていう時には、ちょっと向いてないのかなと。でも持ち運びもデザインも好きなので、しばらく使って慣れたらいいなと思います。次はこちら、パイロットからジュースクラシックカラーとくすみカラー1本132円です。ボディがアイボリーの方がクラシックカラーです。私は3色しか購入してないんですが、6色展開です。本体が半透明のものがくすみカラー。こちらも全部で6色展開となっています。もともと黒い紙に書けるペンとしてジュースアップ 0.4 ミリパステルカラーっていうペンを愛用していて、よくある黒い紙に書けるペンっていうのはインクがダボダボ出ちゃうんですけど、これは細い線が書けるのが気に入っていて、この春にジュースシリーズの新カラーがあったので思わず購入。良さそうだったら今回買わなかった他の色も揃えたいなと思ってます。ジュースシリーズは黒い紙や写真にも書ける顔料ゲルインキボールペンです。クラシックカラーもくすみカラーもかなりカラーが今っぽい感じがしていいですね。ただ返しのみの販売はないようです。動画越しだから薄く見えるというよりは、実際の目で見てもこれくらいの薄い色味です。黒い紙に試す前に、まずはグレーの紙にも試してみました。意外とグレーの紙と相性のいいカラーとかペンっていうのが、見つけられてなくて、これだったらどうかなと思ったんですけど、クラシックはギリギリ本体の色が見えますが、くすみの方は沈んでます。肉眼だとほぼ見えないです。これは残念ですが、そういう色味なんでしょうということで。すでに持っているジュースアップの方はまだ色が見えたので、グレーの紙と使う場合にはジュースアップの方がいいかなと思います。ではメインの黒い紙でも試してみようと思います。クラシックシリーズは全然見えないですね。見えないもんだったんだっけな。色の相性はあれど、暗めのカラーも他のペンよりは黒い紙の上で発色するんじゃないかなと思っていたんですが、残念。少し不安になりながらくすみカラー試してみます。こっちは想像以上に発色してびっくり。白い紙に書いた時はくすみカラーだなと思っていましたが、黒い紙に書くと発色が綺麗すぎて、あんまくすみ感を感じないですね。
書き心地もすごくいいです。ジュースアップ同様に普通のゲルインクボールペンのような感じで、インクが溜まっちゃうってこともないし、変にペン先が詰まってかすれちゃうっていうこともなくて、線もね全然にじまないしボタつかないので、本当に普通のペンと同じ使用感で、私がね望んでいた書き心地、ついでにジュースアップの 0.4mm も比較のために隣に書いてみました。比べてみるとね、くすみカラーの方が白っぽくて柔らかい印象がありますね。次はサンスター文具よりトプルというシャーペン、トッププルシャープトプル S396 円。あまりね日常でシャーペン使わないので、このチャンネルでもねシャーペンの紹介珍しいかなと思います。こちらはペン先の方を指でねググッと引くと芯が出る仕組みで、物珍しさと本体の色味が好きだったっていうのもあって購入。シャーシンの補充方法がねわからずあたふた。ペン先の方を回すらしいんですが、硬くて回らない。もう壊してもいいやっていう気持ちで回したらなんとか開きました。この透明の筒に最大2本までシャーシン入れて OK とのことです。シャーペンの利用シーンがねそもそもなくて、使っていないっていうのが現状だったんですけど、最近始めた暮らしの周りのね長期記録ノートっていうのがあるんですけど、こちらは更新事項あると決して書き直したい状況っていうのが多くあって、こういう状況でねちょっとずつシャーペン使っておすすめのものが出てきたらオンラインショップにも並べていこうかなと思います。この後ねもう2本くらい買ったシャーペン紹介しますが、もしね他におすすめのものがあったらぜひぜひコメントで教えてください。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。お次はこちら、国用の鉛筆シャープ232円。見かけたことはあったんですけども、実際にね手に取ったのは初めてです。持ってみた感想はね、もう鉛筆より軽いんじゃないかと思いました。軽いのはね無駄がないのからなのか、シャーシンもねここからグッと押し込むだけで入れられるようになっています。中に入れた芯が出てこないのかなと思ったんですけど、もちろん出てこなかったです。はい。六角形の軸、グリップがないっていうこともあって、ちょっとね、握り心地は本当にただの鉛筆でした。私が買ったのは 0.5mm で、もっと細い 0.3mm と、もっと太い 0.9、1.3 などの芯の太さのね、展開があって、0.9 とか 1.3 とかだと、もう書き心地とかはさらに鉛筆に似るんじゃないかなと思います。そしてシャーシンって書き始めると芯が削れて少しずつ線が安定しますよね。あの状態にいち早く持ち込みたいんですけど、このペンはグリップがないのと六角形というね形状で、気を抜くとどの向きで書いていたのか分かんなくなって、尖ったね書きにくい部分で書くことに、ちょっとね個人的な感想としては書きにくさを少し覚えたアイテムでした。シャーペン3本目はかの有名なオレンズ10周年限定 0.2mm グラスホワイトというものを買いました。文房具屋に行くとこのロゴがね無視できないくらいにこう視界に入ってくるんですが、なぜかね私は馴染みがなくて、なんでだろうなと思っていたんですけど、オレンズの発売開始は2014年らしくて、私2015年に社会人になって、そこからしばらく文房具と距離があったので、ちょうどね世代じゃないというか、すれ違いでした。で、このチャンネルはね、結構同世代の方が見てくださってることも多いので、似た状況の方もね、多くいるんじゃないでしょうか。ということで、代表しまして、しっかりね、説明書を読み込み、特徴を把握します。シャーシンがね、折れないからオレンズらしいです。私がね、シャーペン使っていた時代には 0.3mm ぐらいまでしかなくて、0.3 もね、ポキポキ折れる印象だったので、0.2mm かつ折れないなんて嘘じゃんっていう気持ちで、この商品をね、選んで購入しました。では、説明書の通り、芯を出さずに書いていきます。書きにくくないのかな？サイトには書き方にコツが必要と書いてあったんですが、全然普通に使えました。ちなみにノック1回で通常の3倍の筆記量いけるらしい。どういう仕組みなんだろう。ペン先を斜めにしたら芯を覆っている部分が邪魔をして書けないのではと思って試してみました。全然書けますね。なんか不思議なシャーペンですね。
多少ね角が紙に擦ってる感じはあるんですけど、それでも文字に影響はなく書けます。 0.2 ミリという細さとは思えないようなね安定した書き心地、いろいろとね人気の理由がわかるシャーペン。せっかくならこの細さを生かした活用方法を考えたいなと思いました。最後はこちら、スペインのメーカーベンジャのタップペン。1本ちょっと高いんですが2860円です。本体をツイストすると芯が出てくる仕組み。全長は10センチ前後とコンパクトなボディ。色味もね全部可愛くて、スペインというかなんか北欧を彷彿とさせるカラーですよね。私は小さいメモ帳に ToDo を書き込んで常にね持ち歩いています。ちょっと他の動画で紹介しているので詳しくはそっち見てください。で、一緒に使うコンパクトなペンをね集めるのが趣味で、今までもペンコのバレットペンシルライトとかは小さいのに筆記時はキャップ分が伸びてね書きやすくて、あとクリアなボディがお気に入り。同じシリーズのボールペンタイプ、こちらもね 8g しかなくて軽くて持ち運びに便利。キャップ外すのが手間かなと思ってノックタイプもユニボール 1P0.38mm も愛用してます。で、今回見つけたのがこのタップペン。ボディは金属でできているので、ずっしりとね重い感じ。今使っているメモ帳にもちょうどねいいサイズ感だし、他にもね使いたいなと思っていたミニメモ帳とも相性が良さそう。このノートはねイラストの練習に気が向いた日に絵をね練習しているんですけど、ノートと合わせた時に色味が良くてちょっとテンション上がるなと思っていたんですが、ここでね重大な欠点を発見。なんとねフックがフックじゃないんですよ。このフックはタップ蛇口をモデルにしてるらしくて、金属でできていて何も挟めません。持ち運びにはねちょっと苦戦しそうですね。デフォルトの芯は 1mm の黒の油性ボールペンです。芯は D1 規格というもので、同じ規格のものであれば入れ替えてね使うことができます。書き心地は滑らかな油性ボールペン。ただねたまにちょっと癖があってインクが出ないこともあるので、インクが出なかったら他の紙にパパパーってね試し書きして再度書くと問題なく書けますよ。中のインクはD1 規格の日本メーカーのものとかに変えたら一番ねいいんじゃないかなと思います。何はともあれボディの可愛いボールペン、こちらは当店で販売もしています。最後までご覧いただきありがとうございます。紹介したものは概要欄にリンクを書いておきますので、ぜひ気になるものがあったらそちらからチェックしてみてください。またね。